皆さんこんにちは。小かきこです。ちょっとお久しぶりになってしまったんですけれども、今回はこちらのセーターの作り方をご紹介したいと思います。ちなみに後ろ姿はこんな感じになります。このセーターの一番の特徴はこちらですね。このように長さの違う四角を2枚編んだだけというとてもシンプルなパターンになっています。四角を編んだだけなんですけど、このように襟も自然とできてしまうとっても簡単なパターンになっています。ちなみに今これを着ている私のサイズなんですけれども、身長が160、そして服のサイズは多分ちょっと久しぶりに日本に行ったら太ってしまったので、日本だとラージサイズじゃないかなと思います。後ほどサイズの方は全て説明しているので、皆さんお好きな長さにカスタマイズして皆さんのお好きな1枚作ってみてください。材料はこちらになります。今回編んでいく毛糸はもう買った時に帯がなかったので、どこの何の毛糸かちょっとよくわからないんですけれども、この毛糸で編んでいきたいと思います。で、糸の太さを見て、このぐらいかなと感じたので、私は今回かぎ針は、8号5ミリのかぎ針で編んでいこうと思います。こちら編み終わったら使用したグラム数文字の方で足しておきたいと思います。皆さんはお好きな毛糸、またそれに合わせたかぎ針で編んでいってください。あと必要なものは、ステッチマーカー、とじ針、ハサミ、そしてメジャーになります。では編んでいきましょう。まず最初、今回は長編みをずっと編んでいくんですけれども、立ち上がりは、鎖編みと長編みを一緒に編んでいくという立ち上がりで始めたいと思います。この編み方の方が伸縮性もあってとてもいいのでおすすめなんですけれども、この編み方が苦手だなという方は、まず鎖編みを編んでもらって、その後長編みで編み戻ってくるという始め方でも問題はありません。では編んでいきましょう。まず作り目をします。そして次、今回は鎖3で始めたいと思います。1、2、3と編んだら、次、鎖編みと長編みを編みたいと思います。針に糸をかけてから、今編んだ鎖の一番初めの鎖編みの片山と裏山を拾います。2本取る感じですね。そうしたら、糸をかけて持ってきます。で、この時この持ってくる糸をちょっと長めにしておきます。そして、まず鎖編みを編みたいので、1本引き抜く。続いて長編みを編みたいので、針に糸をかけて2本引き抜く。もう一回糸をかけて2本引き抜く。これで1番目の鎖編みと長編みが完成です。で、今回はこの最初に編んだ鎖3目編んだここですね。鎖は目の数とは数えずに編んでいきたいと思います。で、これが一番初めの目、つまり次の段の一番最後の目ということになるので、目がわかりやすいようにステッチマーカーを入れておきたいと思います。では続いて編んでいきましょう。また針に糸をかけてから左側のラインを見ます。ちょっとこれ毛糸がいろんな糸が混ざってて分かりにくいかもしれないんですけれども、この左側のラインに針を入れると、後ろ側、奥側ですね、にも同じような糸がもう1本あるので、1本目がこれで、もう1本ですね。もう1本目がこっちですね。2本拾うようにします。そして糸をかけて持ってきます。で、この時持ってくる糸は長めにしておきましょう。そしてまずは1本引き抜く。続いて2本、2本と引き抜く。もう一回言っておきましょうか。針に糸をかけてから左側のラインに針を入れます。そうすると後ろにももう1本あるので2本取れると思います。で、長めに糸を持ってきます。
そして左側1本、次からは2本、2本。こんな感じでずっと鎖と長編みというのを、今回私はだいたい55センチ分になるまで編んでいきたいと思います。1段目55センチ分、私の場合は74目編み終わりました。今回の作品は、長さにフォーカスを置けばいいだけなので、目の数は何目でも構いません。では、続いて2段目編んでいきたいと思います。これからずーっと長編みを編んでいくんですけれども、立ち上がり。基本的な長編みの時の立ち上がりは鎖3目だと思うんですけれども、もちろんその立ち上がりでもいいんですけど、私は今回細編み2目で立ち上がりたいと思います。なぜ鎖じゃなくて細編み2目で立ち上がるかというと、後ほどこの作品の四角の両端ですね、は、縫いつないで脇の下、脇部分ですね、になっていくんですけれども、その時、鎖編みよりもこの細編み2つの方が目が拾いやすくてしっかりしてるかなと思うので、私は今回そのやり方で立ち上げていきたいと思います。では、その立ち上げ方はとても簡単で、まず最初、根元の目。ここですね。この目。ここに針を入れて細編みを編みます。糸を持ってきて2本引き抜く。そしたら今編んだ細編みの上にもう一回細編みを編みます。針を入れる場所は今手前にはカタカナのハの字のように2本糸が出ていると思うんですけれども、それの左側1本だけを拾います。そして糸を持ってきて細編みを編みます。これを長編み1本分と数えたいと思います。なので、この目が次の段の最後だよということで、ステッチマーカーを入れておきます。そうしたら、あと残りの目はずっと長編みを編んでいきます。針に糸をかけて、隣の目。ここですね。ここに針を入れて、糸を持ってきたら、糸をかけて2本引き抜く。もう一回2本引き抜く。あとはこれを繰り返していくだけになります。で、ずっと長編みを編んでいったら、最後はこのステッチマーカーの目ですね。ここに長編みを編み入れて、同じように、あとはこの2段目の編み方をずっと繰り返していってください。そしたらどこまで編むかなんですけれども、今回これはまずは後ろ身ごろなので、70センチ分ぐらいになるまで、長さですね。70センチじゃないですね。すいません。70センチ分編んでいきたいと思います。70センチ分編み終わりました。これで後ろ身ごろは完成です。そうしたら次、左右両方の上の角を紙飛行機を折る時のように中心に向かって折ってください。この時、画面でいうところの赤いラインの部分がまっすぐであることを確認してください。そして次、編み始めの部分からこの赤いラインの部分まで何段あるかを数えてください。私の場合は34段でした。そうしたら次、これをもとに前身ごろを編んでいきます。前身ごろの編み方は後ろ身ごろと全く同じで、私の場合は編み始めは74目でスタートして、そして編んでいく段の数は先ほどの赤いラインのところまでですね。なので私の場合は34段まで編んでいきたいと思います。前身ごろも編み終わりました。そうしたらこの2枚を重ねて縫い合わせていきたいと思います。この2枚を重ねる時の注意点は、編み目をきれいに出すために、それぞれの編み始めの糸端が左右とバラバラになるように置くようにしましょう。そして縫い合わせる部分は画面の赤い線のところになります。黄色い線は袖の空き部分。私の場合はそれぞれ18センチ開けていこうかと思います。どこから縫い始めてもいいんですけれども、私は赤い線の右下から縫っていこうと思います。針に適当な長さの糸を通して、でこの右下の角ですね。
から私は縫い合わせていきたいと思います。縫い合わせ方はもう皆さんがお好きな合わせ方で合わせていっていただいたらいいかなと思うんですけれども、まず最初の角っこに針を通して、反対側の角っこにも針を通して、そして、私は湯わいちゃいましょうかね。ほどけないように、1回、2回と湯わいて、そしてこの今湯わいた糸と元々あった編み始めの糸端、これを編みくるめながらじゃなかった、縫いくるめながら編んでいきたいと思います。もう針を入れるところは、針が入りそうなところ、なんかこう、あまり、この端っこより、端っこのこの一目を全部取ってしまうと、穴ぼこが大きく開いてしまうので、なるべくこの長編みの中途半端なところを取るように私は針を入れていこうかなと思っています。そして2枚を重ねて縫っていくので、均等に縫い合わせていくために、ところどころステッチマーカーやクリップなどで押さえておくと縫っていきやすいんじゃないかなと思います。画面には全然ちょっと入りきれてないんですけれども、赤い線の部分3本すべて縫い終わりました。そしたら作品をひっくり返したら完成ということになります。今回は私はこの、ちょっとわかりますかね。前のこの顔を出すところですね。ここを角をちょうどにして合わせたんですけれども、わざとちょっと重ねる感じ、着物みたいっていうんですかね。ここを重ねさせても、違った襟の感じが出て可愛いんじゃないかなと思いました。この作品自体四角、直線のものを2枚編んで、なおかつ縫うところもすべて直線のところを縫いつないだだけなので、とてもシンプルで編みやすいんじゃないかなと思います。もしよろしければ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。